こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。今日も見ていただいてありがとうございます。今日はまたさつまいものレシピしたいと思います。さつまいもで、さつまいもあん、砂糖を使わない体に麹を使って砂糖を使わないでね、さつまいもあんを作りたいと思います。材料はね、さつまいもと麹だけです。はい、砂糖を使わないのでね、とても体にいいと思います。さつまいもがね、これ6個ほどくっついたさつまいもなんですけど、これレンジでね温めて、それからレンジで加熱してやわくして、それから炊飯器でね、しようとも炊飯器で発酵させようと思ったんですけど、このお芋ですね、レンジでするにはちょっと硬すぎるかと思って、それでですね、今日はお鍋で煮ようかと思います。やわくさえすればね、あとは炊飯器で麹を入れて発酵させるだけなのでね、もう砂糖を使わないから絶対体にいいと思うんですよ。砂だらけ。よいしょ。腸にもいいしね。なので今日はそれにすごく甘いので、よいしょ。なんか甘いからね、欲求を満たせるというか、すごい、すごいよ。虫もいっぱい食っている。よいしょ。でも虫食っててもね、大きいからありがたいありがたいと思っていただきましょう。わ、すごいことになったよ。ほら。よいしょ。鍋でね、煮ていきましょう。皮を剥いて。でもそれにしてもこれはすごいよ。虫食いがいっぱいあるから要注意して、よいしょ、いかなくちゃ。虫食ってても大丈夫です。皮さえ剥けば。よいしょ。はい、皮を剥きました。こういう感じで、こんな風にして鍋に入れていきますね。やっと切りました。これをちょっとね、やわくなるまで煮たいと思います。何分ぐらいかな。やわくなるまでだから20分くらいかな。はい、煮るまでちょっとお待ちくださいね。はい、15分くらい経ちましたけど、芋がやわくなりました。それで炊飯ジャーの中に入れていきます。そしてちょっと潰します。よいしょ。よいしょ。
な具合です。これをちょっと硬いので、今のお湯をね入れて柔らくしていきます。柔らかい芋だったらね、こんなお水足さなくてもね、やわいかもしれないね。お水っていうかお湯足してます。だいたい麹菌はね60度で発酵しやすいので、ちょうど発酵するので60度ぐらいにして麹入れます。60度ぐらいでね発酵してくれるのでね。今度測りますね。61、65。はい、65度。もうちょっと冷まして入れましょう。はい、200g の麹測ってきました。麹はどの麹でもいいですけど、サラサラの乾燥したのじゃない、ちょっと固まった麹今日買いました。こんな麹でもいいです。だからこれが500g として、だいたいさつまいもの半分量くらいの麹を入れたいと思います。今日は今これ63度。ちょっと冷やすのにお水入れました。60度ぐらいに下げようと思って60度ぐらいに下げようと思ってお水を足しました。いいですね。はい、59度だからいいです。そこに麹入れたいと思います。そして混ぜますよ。そしたらね、芋が発酵してね、麹がとろっとしてとっても美味しくなります。麹がね、水分を吸うので、もうちょっとこれ足そう。水分を。途中でねこう混ぜてみてですね、硬いようならちょっと水を沸かしてね60度ぐらいにして足したらいいと思います。炊飯ジャーでね、加熱しますね。加熱して4時間ぐらいかな。4時間ぐらいでもう3時間か4時間で甘くなります。お水足そう。お湯を。これは芋が硬い芋なのでちょっと水分いっぱい足しましたよ。これ混ぜてみて様子見ながらしてくださいね。やばい芋ならね、あんまり水分いらないかもね。紅はるかとかそういうのはね。はい、これを炊飯ジャーで、炊飯器で保温します。はい、さつまいもあんを作ってました。発酵あんこですね。もう2時間半ほど経ちました。こんな感じです。もう麹もねなんか柔らくなって芋もとろりとしてます。もうできた感じですよ。これはこのまま食べてもとっても美味しいです。おやつにね最高ですよ。栄養麹でね発酵させたからね、アミノ酸とかビタミンも増えているしね。はい、こんな感じでできました。
感じでできましたよ。ちょっと味見してみましょうか。甘酒の感じもちょっと出ていてね、とても美味しくなってます。甘いんだけどね、お砂糖がないから本当に安心して食べれる感じです。おやつにね、発生食物繊維もいっぱい。はい、今日は発酵あんこを作りました。もう栄養たっぷり、砂糖ゼロです。今日も見てくださってありがとうございます。モナコのもう一品クッキングでした。できましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。はい。